宗教の話します。お願いします。ここにじゃあ何かすごいこと魚体残してますので、でしょ、マナス地図に。でしょ。だからそうしたらさ、じゃあこれいきなりだってヘラボナどうするかっていう話で、ここの中に一応ねちょっとあればいいの、ちょっとあればね、で多分その設備の問題もあるだろうから、ここであれもなんかキアゲンもありますし、キアゲンもあってっていうのは分かるんだけど、キアゲンで抽出しちゃうとさ、フェノクロうちもそっか、ちゃんと置いとかんと意外とね、このバッファーの中にね、このバッファーの中に入れていろんなもうまだ DNA を生成してないあれですね、アレネレタもこれが TNS でウレアの入ったバッファーでタンパク質全部死にますのやつで DMS も全部死にますのやつに置いて常温保存しておいていただけると、これ多分ね10年でも20年でも持つから、どうしました。これに僕らちょびっと入れてくださって、でまた次送ってもらうとかそんなんじゃなくて、その研究のプロジェクトの進行の関係上、どれぐらいの勢いで使うかも全く謎だから、あるんだね。で一応これ僕は日本人で台湾ってところってあんまり厳しくないから、厳しくないんです。ですよね。でだから日本のものを外に持っていく時って日本人が持っていけば問題ないんですよね。ただ台湾の入国の時は多分研究としてとかだったら、しかも超研究の先生だったらそのまま入ると思うし、多分その中の液すごい毒物とか劇物じゃなくて、普通になんかそのフェノールとかあんなホルマリンとかじゃないから、これがポンとあれば。やっときも余ったけど、結局僕お尋ねください。でこれ置いといてください。次来る時に取りに来てもいいし、そうで今年は予算が一応通ったんで。予算毎年通ってるんだけど、確実通してるんだけど、それの関係上そっちの予算を取って使ってこれを回収すると、多分発生する需要としては大規模にゲノムを読むとかトランスクリプトームをやるとかじゃなくて、ここ変異見つかったよね、じゃあヘラブナってどうなのっていう、そういうとまずそこからとか。小田さん的にはなんか例えばデフィン犬が一番提供できるかとしたら、それこそ一般的なプライマーとか使ってですね、PCR してみて、それヘラブナなのっていうやつでしょ。それヘラブナっていうバーコには多分うちはもう本当にそれでもね、そこをねやっといてくれると、すぐに何か論文を書くとかじゃないけれども、それヘラブナなのね、OK、じゃあこのサンプル使って何かやるわって言った時に、マテリアル&メソッドのところのマテリアルズのところに、これはヘラブナであるっていうふうなことをこういうやり方でやって、こうやよっていうのが書けるサンプルがそこにあるだけで、すごく後が楽っていう、謎粉じゃないっていう。これって東北の仙台のところから取ってきましたよね。これね、業者さん、そうですので、逆にそれこそ今度和歌山にはその県立博物館の展示会があるからちょっと会うことは難しいと言ってたんですが、明日僕午後実はもう出張すでにこの和歌山県立博物館に入れていて、じゃあ何時に午後そこに集合にすれば、例えばそれこそ2時、奥さん早起きしないから、それこそ今日と同じような2時ぐらいに、5日ぐらいでよろしいですか。だからさ、2時にそこに行って、で別に奥さん行って長くはいないっていうか、近いから行って、ここもむずい。ですから佐伯君もそれこそですね、本当に僕遅れますので、もちろん例えばこれいろいろ考えられて、例えば僕は帰る時にお父さん僕と一緒に帰って、で僕は海南におりますから、で海南駅に降ろして電車で帰るとか、もちろん和歌山駅まででも行けますし、すぐ15分ぐらいでの下なんで、それも行けますし、明日もそうですし、だから例えばかわいそうというか、僕らと全然議論が終わらないのでかわいそうだなと僕は思って、もしあれたらよかったら明日パトッと夕方だけパトッと落としてもらってっていうパターンで、それも帰りはもう全然いろいろ調整させていただきますので、柔軟にはできますね。わかりました。ちょっとかわいそうなんですよ。毎回で一応理解はしてくれてるんですけど、それは学者そうですね。これ一応じゃあお渡しするっていただきます。でもう解剖してちょっとだけあったらできるだけ魚体をグズグズにせずに、極端な話
目ん玉スパーとかチーチョットとか、サイの一部、エラの一部ちょびっとかって、ちょっとあるだけでもう全然違うで、それで多分今の予算があるから、またその何ヶ月後かぐらいに「あ入ってるね OK ね、じゃあまあこれ何ブナだった、何このOK じゃあそしたらこのサンプル今後ジェノタイプ見るのはこのサンプルを延々と使ってやっていこうか、サンプル増やしたらこれリファレンスにできるよねみたいな。できれば和歌山県植物館に保管されてる個体もちょっと2、3個体も増やしてみたりとか、他のところももし手に入ったら入れてみますか。ただこれはね、あんまりめちゃくちゃ動いてもらうとなかなか心苦しいんで、結局ね何をやるかっていうと、フェノタイプを見れないと私は意味がないんです。そうだからね、ちっちゃいこれぐらいの個体を固定できるかどうかとかね、なんかね、その PFA とかですか？ PFA でもいいし、ブワン固定液で固定して、で、ブワン固定液あんまり運んだりしちゃいけないから、めっちゃ洗ってエタノールに完全に完全に変えた状態でとか、別にこちらでセクション切れなかったらそれで仕方がないけど、別の方法でもっと安全な固定液でとか、なんかそういうサンプルがないと、いきなりそれってダメですか？例えばこれちっちゃい個体をメタノールかエタノールで固定しといて、でそれでエタノールでいったらエタノールつけたらブワンで染色がうまくいかないですか？全然ね、ぐじゃらぐじゃらになっちゃう。これがね、フォーマリンは嫌ですね。フォルマリンとかでもいいけど、やっぱり一番いいのは、ここ来ていろんな実験が完結できればいいんだけども、それがどこまでできるかで、それができなかったとしても、こっちはこっちでどんどん進めていってアウトグループコンパリゾンするときに、それがリファレンスになるその船の金魚の共通祖先について考えたときに、金魚のグループ、台湾のそこら辺の大川の船、アウトグループの配列どれっていったときに、今まで濃いゼブラフィッシュだったけど、その途中にこれが一つ入ると、祖先状態こういうことね、なるほどっていうのをまずそこぐらいからではないか。逆に今太田さんが使っている、モデルシステムの、それこそヒレちょびっとぐらいだったら、もうあと5分ぐらいって話して。楽かもしれない。僕簡単にここではもう多分2ヶ月3ヶ月あればパパッと決められるんですよね。台湾のね用水路の中にね謎ブナがいるのね。多分台湾のそのね川の中に用水路の中に2種類いてて、謎ブナとなんかヘラブナっぽいヘラブナじゃない船っていうのがあって、でこれが何者かがよくわからないまま放置されてきてたので、これどうしようかなんで、これ5個体ずつでプラス太田さんが今モデルシステムとしてその肺のちょっとまた5個体あれば、これ全部全て僕PCR 決めてで、これも PCR してで和歌山のもの PCR すれば多分きれいにあれですよね。別にトランスクリプトレベルとか遺伝子3000個とかじゃなく遺伝子3、4個でいいんですよね。むしろこれが何か分かれば僕らはそれで OK なんで、多分5個体ずつあればそれで一発でいきます。うちの予算もいけます。全然捕まえるのが僕で、実動要員私一人なんで、なかなかねうまく捕まえるかどうか分からない。大体そうです、あればですね、大体で。それでも和歌山の方は僕は太田さんが帰られてもちょっと僕から直接頼んでという。それね楽かも。当初ね自分とかポールとか僕らがこれってこの船使おうか、でもこの船何者なんだろうかな、調べるのかったるいねっていうね、そういうのやりたいタイプじゃないからね、自然史系じゃなくて生物物理系の人からするとなんかだるいってなるのをどっかでやってくれる人がいれば僕ら助かるからっていう。僕は非常に多分そこはただ光線の実験ってちょっと少し時間はかかるけども、大体2、3その玉井みたいに2、3ヶ月間ぐらいあればパーッといけますので。わかりました。じゃあそれはそれでその段取りでいきましょう。はい、わかりました。であとYouTube のチャンネルを見てもらっております梶さんです。
あれですね、太田さんあれですね、証拠写真ですね、ちゃんとしっかり来ますという。証拠写真。証拠写真撮ります。今待ってらっしゃるね。ということで。はい。この研究会とかも、よかったら、翔さんとか。全然やらせていただきます。多分、狭いのある人とか選んで30分ぐらいですね。いいよ。いいっていうか、なんか、その、時々全部して。時々全部して、はい。はい、どうぞどうぞ。はい。負けの選手とらせてもらったら、かなり一応、日高新聞ぐらいは。管理してくれてると思うよ、ここは。ここに川の標本があったけど、これなくなっちゃった。はい、これは前からあるこのモグラ。ちっちゃなモザイだけどレプリカあるよ。そうそう、仮設のレプリカ。はい、動画でなってるでしょ。動画になってますから。動画になってまた後でお送りします。はい、こっちです。自撮りこっちで、はい。反対的なのがあれば、はい、ここに来たっていうのがあれば、で中のものもいくつか撮ったから、はい。